that nervous look on your face when you're starting to think that you're talking too much. I like how we just met, and I'm not even slightly afraid to be open enough. I like that we've been sitting here, hands moving around the clock, and I still can't get enough. No, I can't get enough. You look in my eyes and I already hope this lasts. Trying hard not to jump, not to move too fast. But we could go all in. We could be in love by the end of the night. Sitting here talking, kissing your lips and I'm coming alive. Or we could start running, make a list of ways that the time just isn't right. Or we could go all in. Yeah, we could be in love by the end of the night. 皆様お元気でいらっしゃいましたか？ 9月9日は重陽の節句ですね。ご節句の一つですよね。ご節句は1月7日の人日、七草の節句、3月3日の上巳、桃の節句、5月5日の端午、端午の節句、7月7日の七夕、七夕の節句、それと9月9日の重陽の節句、菊の節句。元は中国から伝わった儀礼でしたが、平安時代に宮中で始まりました。江戸時代になると幕府が公式に定めて広く一般化しました。月の満ち欠けをもとにした陰暦から太陽暦に変わった明治の初めまで、このご節句は生活に根付いた祝日だったんですね。その後も日本の伝統行事の一部として今日まで受け継がれてきた文化です。重陽の意味は、陰陽思想では奇数は陽の数字なので、9月9日は陽数の極まった9が重なる日なので重陽と呼ばれるのです。旧暦では菊が咲く頃です。菊科、菊属の草を弱い草と言いますよね。年を述べる草という意味なので、不老長寿を表す花なのです。重陽の節句には菊を飾り、その花びらを浮かべた杯で祝うのです。ダリアも菊科の花なんですよね。この花束は89歳のお誕生日を迎えられた夫人へお持ちするんです。うちにも少し飾りました。今日の服はシルクジョーゼットをピンクに染めて縫い、シルクのリボンをひだにしてパールとビーズも縫い付けました。裏地はベージュのシルクサテンです。秋は五穀や果実が実る季節。五穀は私たちの主食です。古代では五草の棚つものとも読みました。現代は米、麦、粟、豆、きびか冷えを指しますね。それでは最初に大麦を使ったお菓子作りから始めますね。誰も食べなく古くなった大麦、でも捨てるのはもったいなくてお菓子にしました。蜂蜜が足りなかったので残っていた水飴を代わりに加えました。お作りになられるならオートミールを使われることをお勧めします。分量もこの半分で十分です。平鍋でバターを溶かします。
甜菜糖を加えて混ぜ合わせます。蜂蜜、水飴も加えます。大麦を加えて混ぜ合わせます。クッキングシートを敷いた耐熱容器に流します。180度に予熱したオーブンで20分焼き、160度に下げてさらに30分焼きます。半分の量なら焼く時間も半分で済みます。焼き上がったら冷まして適当な大きさにカットしてください。次にワインゼリーを作って冷やしておきます。赤ワイン、甜菜糖、アガー、水。水を沸騰させましょう。甜菜糖にアガーをよく混ぜ合わせておきます。2分間しっかりと攪拌させてください。火を止めてワインを注ぎます。粗熱が取れたらグラスに注いで冷やせば出来上がりです。それでは秋の味覚を持ったほうろく蒸しを作ります。素焼きの時、ほうろくの上に塩を敷き、その上に松葉を敷いてから魚介や野菜をのせて蓋をし蒸し焼きにするんです。水を使わずに蒸し上げるので食材の味が凝縮されてうまみが出るんですね。この無精製の天日で干し上げただけの天然海塩はシチリア島のトラパニ沿岸で作られています。風車の動力で海水を塩田に引き入れ、気温が上昇する春から夏にかけて
太陽と風力で水分を蒸発させて作られます。車エビをさっと湯がいて、頭と尾と殻を外し、爪楊枝を背に刺して背わたを抜き取ります。ブータンの松茸です。洗って茎の皮を剥き、手で裂きます。銀杏は封筒に入れて口を折り返し、電子レンジで30秒から1分熱します。熱々なので気をつけながら、キッチンバサミのナッツクラッカーの部分に挟んで殻を割ります。栗は甘露煮を使いました。宝禄に並べて蓋をします。蓋の上に炭を置いて蒸し焼きにします。ポン酢でいただくので、ポン酢を作りましょう。昆布、かぼす、みりん、醤油。かぼすを絞り、醤油を加えます。電子レンジでアルコールを飛ばしたみりんを加えます。こして出来上がり。かぼすの果汁に対する調味料の分量ですが、お好みで加減し、ご家庭に合った味に仕上げてくださいね。それでは日本料理の基本となる出汁を取ります。水を張った鍋に昆布を入れて煮出します。塩を加えて昆布のうまみを引き出してください。醤油とみりんを加え、鰹節をたっぷり加えてひと煮立ちさせると同時に火を止めます。10分ほど静かに放置してからこします。黄金色に輝くお出汁が取れました。いちじくには夏専用の種と秋専用の種があるそうです。秋のいちじくは甘みが楽しめます。今回はいちじくの前菜を作りました。練った白ごまをお出汁と白味噌で溶いたソースをかけます。練り白ごまにお出汁を加えて練ると濃度が変わるんですが、お出汁に練り白ごまを加えると混ざり合わないので気をつけてください。みりんを加え、白味噌で味を整えます。とろりとした濃度になるまでお出汁を加えて練り上げます。彩りに旬のザクロを散らしておめかしします。
ザクロはイランや北インドが原産で、古くから女性の果実と呼ばれてきました。薬膳や漢方にも使われます。女性ホルモンのバランスを整えるエストロンが豊富なんですね。疲労回復に役立つクエン酸も含有、血流を改善する働きもあります。それに美白や免疫アップやアンチエイジングが期待できるのは、アントシアニン、タンニン、エラグ酸などのポリフェノールが豊富だからですね。カリウムも多く含んでいるので、高血圧の予防やむくみにもいいんですよね。またビタミン C が白血球の働きを高めて、菌やウイルスを撃退する効果もあります。あまり市場に出回っていないので、生で食べる機会が少ないのが残念です。残りはミキサーで攪拌してこすとわずかしか取れませんが、炭酸水などで割ってアガベ、シロップや蜂蜜などで甘みを足し、ジュースにしても美味しいですね。阿波の生麩に米論と針生姜を添えた椀物です。阿波の風味がほのかに漂う素朴な生麩。もちもちの生地に阿波のつぶつぶした歯触りが美味しいですね。ダイエットにも役立つ食品です。10センチに満たない米論は、メロンの生育段階で間引かれた実です。少々メロンの風味はするものの、甘みはなく、ウリ系の味わいが特徴です。薄切りにして軽く茹で、椀に添えます。針生姜を持って薬味にし、米論の少々コリッとした食感も変化に富んで美味しさを引き立てます。熱々のお出汁を張って進めます。今夜は白米とサンマのお夕食です。サンマは約30分前に両面塩を振ります。にじみ出た水分は軽く拭き取って、備長炭で焼きました。さあ、それでは重陽の節句のお料理が揃いました。早速いただきましょう。ことほぎの菊。まずは菊酒の杯をいただきましょう。秋を起きて時こそありけれ菊の花、移ろうからに色の勝れば、平の貞文古今和歌集。菊の花は秋を過ぎても盛りの時期、色が移ってゆくほどに美しさがさらに勝るのだからと歌っているのですね。菊は万葉集には登場しませんが、日本書紀の正伝ではなく遺伝に一度だけくくり姫の御事が登場します。イザナギとイザナミが黄泉の国と現世の世界にある坂、与物平坂で争っていた時に、くくり姫の御事は何かをイザナギに申し上げたのでした。イザナギはその言葉を褒め、そして帰っていったとあります。
何を言ったのかは記されていませんが、二人の仲を取り持ったことから、江戸時代前期の儒家で神道家の山崎安西が提唱した水化神道では、くくり姫は巫女の女神だったのではないかと言われる。汚れを拭う神格とされています。日本の菊花紋は鎌倉時代の後鳥羽上皇が天皇皇族の紋章として取り入れました。16葉八重表菊が正式に皇室の紋章と定められたのは明治になってからでした。親王家は14か15葉の裏菊と定められました。日本人のパスポートの表紙も菊花紋で、こちらは16一重表菊ですね。けれどもこの衣装は日本だけのものではありません。古くは紀元前5500年頃に成立したメソポタミアのシュメール王朝時代の王家の紋章でした。その後イスラエルやバビロンなど中近東の地域においても王家の紋章として用いられました。菊花紋のデザインは放射状です。花弁の原型は日の光、太陽の象徴と考えられるのですね。それで太陽の光はプラズマですよね。宇宙に存在する物質の 99.9% 以上がプラズマ状態だそうですが、プラズマと超陽の節句の関係性はというと、共に陽という活発なエネルギーを表しています。などなど、秋の味覚にした実味を打ちつつ、古代から宇宙へと赴くままに心を遊ばせています。この秋があなたにとって良きものとなりますように。